いくらダンジョンです。今回はナビ VS ダークスターというクランですね。早速やっていきたいと思います。はい、先行ナビの方から星3 61天才のラバル、ウッドランチャーに切り替えたので、いつも通りのやり方になってくるんじゃないかなと思うんですが、ライトニングの位置がどこになってくるか。どっちかのサイドになるかな。もしくはモノリスとか追ってくる変則型もあるかもしれないんですが、ランチャーだったら基本的には、どっちかの第一クロスを降りそうな感じですが、そうですね。さすがに、そういうやり方できました。さあ、クイーンを展開していきつつ、キングとかと合流して、反対サイドの第一クロスのマルチ IT の方にウッドランチャーを流していくっていうやり方の、オーソドックスなやり方になるかなと思います。ここで3時からキング展開して大砲も削りつつ、いいですね。クエイク入ってたので、ちっちゃい大砲の方もね、攻撃をかわすことができましたが、テスラが起きてちょっとクイーンの方も被弾が入っている。第1クロスギリギリですね。2ゴブ入れつつ、なかなかこれ、他のユニットで、アイスゴーレムでターゲット取りに行きましたね。ただちょっとこれテスラ生えたことによってクイーンの方が黒く出てしまう展開になりました。ストライカーに対してウィザード当てて、ピスト使いつつ、パピーの方もポイズンの方でなんとか処理ができました。ウォールブレーカーも入れてね、この辺キングのための明けもね、しっかりワンチャンのケアとして持ってきてるのはさすがですね。クイーンも後続入りつつ、マルチ IT まではこれで折ることができました。そこからロイヤルチャンピオン、スケルトンの呪文あるんで、6時使っちゃうかなと思っていきや、ここはもうラバルパート同時並行でターゲット取りに行きましたね。テスラが3時にたくさん見えたことで、この投石区画にテスラがないのがわかりますからね。そしてストライカーの方をクイーンに当てていくことで、ラバハウンドプラスロイヤルチャンピオンの6時区画の突破になりました。うまい。ここからヘイストフリーズパートなんですけど、ちょっとマルチ IT しんどいですね。追加バルーン出しつつ、ここは一気のトームでかけていきます。タウンホール取りつつ、外周部のこのマルチ IT までしっかり取りに行かなきゃいけないってところで、ここはトルネードも入りつつ、ヒーローパートはうまかったんですが、タウンホールラバルパートの方がちょっと厳しくなってるか、追加のラバルパートも付け足していくんですが、タウン横のね、マルチ IT ね、あの辺だいぶバルーン持ってかれた感じありますね。速射 AT も残っていって、なんかそんなにミスらしいプレイングとかね、一切なかったんですが、取れないということで、そうなるとプランニングの方がミスになってしまうのかな。ちょっとした差でね、前回まで持っていけるかどうかみたいなところはあると思うんですが、ここは失敗になりそうです。なんかね、原因よくわかんない。前回取れなかった時ですよね。なんか、前回取れないやつをすべてミスっていうのはあんまり好きじゃないんですけど、なんか明確にね、ミスったプレイとかそんなになかったんでね。81% です。結論プランが無理だったっていう話になるのかな。対戦相手クイヒーのスーパーホグ編成。最近まではね、レジェンドリーグとかでも結構流行ってた編成なんですが、ハロウィンユニットがね、出てしまったことでね、環境がガラリとかあったので、このスーパーホグ編成っていうのも今どうなってるかっていうところですが、なんかすごい赤枠が、クイヒー出したら面白いことになってそうでしたね。最近でもちゃんとこの辺バルーン出す人多いから、なかなか引っかかってくれる人はいなそうですが、もし使ってくれてね、バルーン出さなければヒーラーが全部死んでましたよって感じですかね。あれ見ちゃうと外周部のね、ホーミングの方も次警戒に入りましたね。突撃艦投げるのかなこれは。イーグルマルチのところ点を突イエティで落としに行くのか。シンプルな今のはチェックなだけかな。突撃艦はタウンホールケアに投げるのかな。ホグパートと一緒になんか投げるような使い方しそうですね。ホーミング2個解除。美味しい。
さあアイスゴーレムの方がね、これまだ1体しか釣れてないので、体で釣りたいですね、クイーンの。これポイズン打っちゃったしね。次これで、これで釣れますね。さあキングの方もフィスト使ってロイヤルチャンピオンマルチ IT というところ。特にトラップも出てこなかったので、これはキングの方でマルチまでは最低折れましたね。配置クロスまで折れるかどうかっていうところですが、レイジターンの乗った投石のダメージが高すぎる。さあ、これは一気の初手トームですね。追加のホグも外周部投げつつ、ウォールブレーカーを投げ込んでいきますが、ボムターンにつけたかったんじゃないかなって思うんですけど、いいのかな、右相手。タウンホールの方も突撃艦しっかりイエティの方が通りまして落とすことができています。フリーズもう一回これは、打ちたかったっすね、最速で。ロイヤルチャンピオンの方にレイジを置きつつ、スケルトンの呪文がね、モノリスをターゲットとしてくれているので、しばらくはロイちゃんの方も被弾入らないような形。ここはインビジブルも使って確実に落としつつ、ディギーがここで一度固めてくれました。ブーメラン飛ばしていって第1クロスにフリーズをかけるとクイーンの方も生き残ることができまして、このままぐるっと回っての全開ですね。ナイスアタック。強いクイヒープラスの、最近結構流行ってるやり方の一つですね。クイヒーのこれ幅が広がるんですよね。クイラバにしかできなかったターンホールを残すパートっていうのが、こういうクイヒーホグでも突撃艦さえポーンって投げてしまえばターンホールケアができたりとか、なんならホグでもケアができたりとかね。幅が広がってますね。こういう幅が広がるきっかけっていうのはやっぱレジェンドリーグとかで、どんな配置でも攻めなきゃいけない時がある上で、無理くり攻めて意外と取れるやんみたいな形を、ある程度ね、固定化するっていうところがヒントになってますね。さあ、カズマくん、ライドラッシュ。ライドラだ。さあ、ロケバル使って対空砲までというのを両サイド使っていきましたが、しっかりこれは両サイド対空砲ることができていて、まずは、アーチャーで、ビクスケも吸いつつ、両サイドが5カットから入っていきます。ライドラッシュなんでね、時間の方も結構ありますからね。フリーズ7発型。さあ、バルーン展開からの一気のライドラ展開していって、突撃艦まで一気に入れていってのトームを入れていく。早いタイミングで突撃艦投げ込んでいきました。両サイドエアスイーパーフリーズかけつつ、もう一回かける前に、これはもう届きましたね、そもそも。ポイズンタワーも通らないところで落としていって、イエティが出てきました。タウンホール、しっかり落としつつ、これ帰ってきたイエティボムが、モノリスの方に刺さっていく。そして広がったところ、クイーンと投石区画の方にフリーズ打って、いいチェーン入りますが、さらにフリーズ重ねていって、反対サイドもレイジからの、これはフリーズまでは使わずにロイヤルチャンピオン投石区画。かけてもいいシーンかなというところですが、ここでようやくかけていきました。いいチェーン、アイスゴーレム吹っ飛んでいって、両サイド、バックアドライドラ刺さっていきます。えぐいね。さあ、ここからはヒーローが削らなきゃいけないような形ですね。内側のクロスボウの方にもクイーンがスッと入っていってくれました。これ激強。あとはキングのタゲをキングで拾いたいですね。フリーズとポイズンが1枚ずつ残っている状況。さあ、これはクイーンの方でターゲット拾ってしまったので、ストライカー、ポイズン両方当ててキングの方を対処していきます。さあ、残ってるのがシングルインフェルノということで、ここはバーバリアンね、発生させていくんですが、キングの方にターゲットが入っていることと、ポイズンタワーが発動しかけたので、ここは思い切ってね、フリーズを合わせていきました。クイーンクローク、先にシングルを折り切って、ロイヤルチャンピオンもまだ能力残っている状況。圧倒的。防衛説は今5個ですね。4個になったので、ブーメラン展開しての GG ガーサス。いやー、強いな、そのライドラ。こういう展開だと結構スーパードラゴンの方がね、使用頻度高かったんですけど、ライドラも強いですね。さあ、対戦相手、スーパーボーラー。スーパーボーラーなんか最近全然見ないな。対戦とかで。ヤッターさんぐらいしか使ってる人いないような印象もある。あとは回廊人相手に使うぐらいかな。まずはウィザードの倒立、両サイドガーゴイル展開して、シューターも12時、バーバリアンチェックを行っていきます。
うん。お手ヒースタートならね、ワンチャン。この辺赤枠固まってればね、バルーンチェックとかしづらいから当たるかもしんなかったね。キングのいるとこだからね、お手ヒーはさっきの位置だと出てこないよね。アーチャーターンで削りたいイエティだったと思うんですが、テスラが起きたことでこれは削りきれず、イーグルまで降りたいかな、きっと。ただ少しそれてます。うん、それを見てレイジも追加。まあ多分ホーミングチェックの意味合いのあるバルーンだと思うんですが、これむしろイーグル砲の方に行くと援軍が釣れちゃうんで、あんま投げちゃいけないやつかなって感じ。あ、でも、あえて大砲の方に流した可能性あるんですけど、このタイミングでやる必要がないので、まあ結論このタイミングで投げる意味がないものかと思います。アーチャーターンまで削り切ってキングクイーン展開、エレクトラタイタン、スーパーボーラーも入れていくということで、面白いですね、これ。クイーンの方は投石区画に入れつつ、スーパーボーラーは上から、で、これジャンプで繋ぐのかな、ウォールブレーカーで繋ぐのかな。さあ、まずはウォールブレーカー1枚目。レイジも置いて、キングクイーンの方ね、ここ、誘導していきたかったんですが、テスラが生えたことね、ちょっと難しかったと。さあ、ここでトーム入れてったんですが、クイーンにも入るトーム打ててますね。スーパーボーラーが、ここは戻ってきて処理をしてくれました。クイーンに当ててロイヤルチャンピオンの方も使っていくんですが、そうなると反対サイドはね、すっかり残りそうですね。どうなんだ？中心部隊は一切ないですよ。あとはもうタウンホールを全力で取り切るしかないような展開になってしまいましたね。発想としてはちょっと面白いような感じなんですが、中心部分がね、キングもクイーンも入らないので、ユニットにしてしか解決ができないという展開だったので、まあそのユニットの方がね、なかなか生きるような展開作れなかったかな。エレクトロタイタンもなんか瞬時してなんか援軍処理の時にいなかったもんね。まあロイヤルチャンピオンに打ち抜かれたのかな、最初。さあ、ロイヤルチャンピオンも落とされていきつつ、シューターの方もね、まあちょっといい感じにはできなかったので、落としたかったマルチ投石みたいなところは全部残っちゃってますね。さあ、破壊率の方もここから稼いでいくような形になるんですが、さあ、クローク使って、80% まで伸びていって、終了。ナイスアタック。ガクモライドラッシュ。まあ、この時期のライドラって考えると、まあちょっと、なんとなく察することはあるんですけど。さあ、ベビドラとクイーンとかなり狭い面からスタートして、ボマー型、これ、だいぶタウンホール反対からボマー型で入り込みますね。さあ、初手トームで一気に伸ばしていきます。えぐいな。さあ、レイジ2発目。トルネードはこんなとこにあるんだ。反対サイド、クイーンのところにもしっかり見えてますね。そこにレイジを合わせていって。ライドラがね、ちょっとね、めんどくさいところがね、そう、クイーンが一撃で倒せないところもちょっと、あれなんですよね。さあ、援軍のところも、しっかりポイズン処理を行っていきつつ、シングルインフェルノに、ここはフリーズ。もうレイジはなくなった。おい、フリーズ。呪文全部打ち切ったぞ、これ。この段階で。ライドラパートで、しっかり伸びて、あとはもうヒーローをしっかりタウンホールまで伸びてくださいという形です。タウンホール残して、これはだいぶ強気な進行ですが、取れると知ってないとこのやり方取れないんで、取れる3段があると思いますね。これしかも、クロスボウの方もライドラのチェーンが入ってたことで今、ロイヤルチャンピオンのブーメランで折れましたね。ディギーが一度これタウンホール固めてくれるのでかいな。これちょっとですがタウンホールの HP 落とすことができたのはかなりでかいですね。さあ、ライドラのチェーンも反対サイドからやってまいりまして。いや、強っ。クローク使いますが、キングはこれ、フェニックスではないんだけど、落とせそうかな。さあ、終点が本当にタウンホールという、クレイジープラン。さあ、ちょっとね、このアタック中、撮影してる間にね、クラクラが落ちてしまいまして、なんかクラクラ落ちやすいみたいなコメントもあったんだけど、見事に今、クラクラが落ちたので、取り直しております、このアタック。さあ、6時にね、リターン型の食い火してタウンホール取ったぐらいでね、急に落ちちゃったっていうところでね、その辺までは見たんで、同じような展開を見ていきましょ
まあ、リターン型の食い火なので、まずはターンホール取るところまではやっていくような形ですかね。で、3時の方にジャイシューターを展開していきます。もう何の前触れもなく落ちてしまう。ちょっと不具合の一つですかね。さあ、ユニコーンがやられたことで、ここはヒーラー5体目を追加していきつつ、ここ即回収すればいいのになーっていうことをね、さっきアタックで語ってました。金庫削らずに、これめっちゃ無駄ですからね。金庫殴った時間は、何の意味もなくなっちゃったんで、大工が直しちゃうっていうところもあってね。まあ、ディガホグパートを多分こっちに設定したいのかな。だから結構粘ってみたもののモノリスが思ったより高かったって感じかな。さあ、リクスケルトンの方も出てくるんですが、シューターの燃焼ダメージである程度処理。アーチャーがこれは気づいて処理してくれるかな。そして、イエティの方で迫撃の方を取ってクイーンクロックだね。あ、すごいな。キング上から出してきた。さあ、クイーンの方も延命のフリーズ合わせつつ、ディガホグだよね、これ。あ、クイヒーホグじゃん。びっくりした。ディガ1体しかないじゃん。クイヒー死んだね。ずっとディガホグだと思って見てたから、なんだこのエリート思ってたら。さあ、9時からスタートしていきました。これはプラン外だと思いますね。ここクイーンが生きてたら、こっちはクイヒーがね、通ってる道なので、ここから始める必要はなかったので、多分別のとこのリカバリーをかけてるんじゃないかなと思います。まあ、ホグだいぶいなくなりましたね。ホグが消えてからのトーム。まあ、できればユニット残ってるうちに打ちたかったかなというところです。3時のシューターの方も弾け飛びつつ、ボムタワーまで飛ばしていきました。もう呪文がないんで、これはかなり苦しい。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランかけますが、溶かされていく。あとはどれだけ稼げるかって感じですが、まあ、この配置なんかこういうタイプのね、空飛とかも何度かされてるのを見たんですが、まあ、うまく繋がらず。破壊率の方も 80% に終わりそうですかね。81% 防衛です。シンセホグラッシュ45体と相当多いですね。スケイン部なんだけどポイズン入ってるんで、クランジョじゃない感じになりそうかな。なんかこの辺やりそう。めちゃくちゃに。やりそうだね。えっぐ。ご施設狙ってる。これえぐいね。さあ、クロスボウ1機目。2機目、マルチ、イーグル、マルチ、えぐい。バクワードが過ぎるけど、呪文もだいぶ使っちゃったからね。両面性あるアタック。ターンホール反対からヒーローパート始めてったんですけど、そうなると、これ、ターンホールどういう取り方するんですかね。これもなんかさっきのライドラみたいな、リスキーな入りをしそうな感じが出てきたな。これ3時からホグ行くんじゃない？突撃艦とかでもなくドリルで行っても、ゴリ押し突破するしかないみたいなプランで行くのかな。まあ、キングの方で援軍がターゲット取れてるので、そこにポイズン合わせつつ、ロイヤルチャンピオンにもしっかり入るようにね、打ってますね。あ、さすがに上からか。だいぶ投げましたね。45体とか言ってたんで、多分30体ぐらい投げたかな。さあ、ここで早めのトーム。もうタウンホールの爆破に合わせるっていうよりは、もう一気にね、このホグトームでできるだけ飛ばしたいという形。なるほど。わかった。そういうことか。タウンホール起動しない間に飛ばして、余ったタウンホールに、ドリル投げるのかなと思ったら、そういうプランでもなかったわ。普通にでもこれ伸びちゃうからね。まあ、タウンホールまで飛ばすプランだったのかな。タウンホールまでスーサイドホグみたいな感じで飛ばして、残ったのをドリルロイちゃんで、あと残したホグで突破するっていうプランか。なるほど、なるほど。さあ、これエレクトロタイタン入れてるの偉いっすね。リクスケがね、絶対に多い区画ですからね、こんなところ。さあ、突破することができまして、あとはロイヤルチャンピオンブーメラン飛ばしていって、素晴らしい。これも面白いね。これプラン通りだね、多分。タウンホールまでしっかり上のホグパートトームかけつつ突破して、残してたホグと
ロイヤルチャンピオンを。面白いな。ドヤンキーホグ3時からとかやり出すんかと思ったら呪文ないのに。絶対無理だろうなと思ったんだけど。こういうやり方ね。面白い。ホグラッシュ極めし者だからこそ出る、そういう発想な気がしますが。対戦相手、ジャンプ型のクイヒーホグですね。キングもサイドカット早めに使っていきました。いいウィザード。キングのサポートで今アーチャータワーをウィザードが落としつつ、もう一個のアーチャータワーもこれウィザードが打ってますね。これいいウィザードですね。二つ目のアーチャータワーを処理していきました。早めに声かけないとね。エリクサーポンプ打って、外周部が切れたので内側の方に戻って、ホーミングチェックバルーン入れたいっすね、そろそろ。もう投げれづらくなっちゃうな。ここでイエティ出しちゃうんだ。ちょっともったいないね。まだ迫撃砲のターミング全然まだまだだったので。それによってイーグルの起動も始まりつつ。さあ、モノリスの方には当然フリーズをかけていって、ここら辺でだって欲しいもんね。そろそろイエティの準備するのこの辺じゃない？さあ、インビジブルかけつつ、ヒーラーの方がこれ見えちゃってるので攻撃が入ってます。フリーズかけつつ、ここからスーパーホグパートスタート。ここもインビジブル使って。まあ、ひたすらインビジブルがね、ヒーラー隠れてないので、見えてしまっています。ちょっとこの辺の呪文の精度っていうところがね、プロ選手との違いかなというところですが、かなりいいクイヒールートとね、ホグルートができてるので、まだ押せるかもしれない。さあ、モノリスまで折ることできたし、クロスボーンも折れたので、あとはこれホグパートが伸びるか、呪文はないのでもう、あとはロイヤルチャンピオンのね、能力と、押し切ってくれることを祈るしかないような展開になってますが、シューターの方もここで割れて中身がそろそろ合流するような展開になるかな。中身はホグライダーですね。まあ一応能力あるんだけど、これ、かわせないんだよな、ターゲット。インビジブルとかね、フリーズとかがないので、ディギーが壊してくれるしかないんだけど、クロスマーまで通常ホグが落としてくれましたね。対地クロスじゃないところこの辺助かったところかな。さあ、ホグの方がレイジタワーも突破しつつ、ロイちゃんで押せるか残り。このテスラが結構効いてくるといいんですが、ウィズ島から打ってくれることでロイヤルチャンピオン落ちないかな。さあ、どうだ？ディギーが入りましたが、ロイヤルチャンピオンは落とされて、そうなると時間の方も結構、怪しくなってくか？さあ、外周部、ホグウィザードたちが、まあ、ホグウィザードって言うと、今別のユニットになっちゃうな。ホグとウィザードたちが回ってきますが、時間の方が間に合わなそうですね。基本的にはいいアタックだったんですが。さあ、クラウス51天才のラバル、コウモリとかも入ってますね。まあ、インフェルノタワーが折れるような5発ですが、レイジタワーのところを追っていきました。3時側。即座に、バルーン。おお。これは、どこまでだ？ライドラー、なるほど。突ライドラでここの区画を一気にテスラが生えてきたんですが、それ、もろともぶっ飛ばしていくと。反対サイドにスーパーバーバリアンとキング、そしてイエティが展開されていきました。ライドラの方でトルネード解除できましたね。アーチャーも、チェインが入れば強かったんですが、入らず。イエティサイドカットを見て、ここからキングクイーンが合流していきます。水とバルーン1体出せば折れますね、今なら。一瞬外周出かけましたが大丈夫。ウォールブレイカー入れるなら、そろそろかなというところですが。来ましたね。キングは入れたくなかったのかな、このタイミングってことは。でも結局戻ってった。昔のスーサイドみたいな感じでね、これキングが援軍引き出しちゃうから、ターゲット入らないようにキング外周部流してクイーンクロック先打って援軍出すみたいな使い方。タウンホール10の頃のスーサイドっぽいやり方なんだけど。そういうやり方の意味がある今の遅れウォールブレーカーなのか、どうなのかって感じですが。さあ、折れるかな？フリーズ使うことで、これ、
マルチまで折らせていく。ナイス判断。さあ、コウモリで対空砲のターゲットを取らしてラバハウンドを温存していくようなやり方ですね。これによって中心部にラバハウンドを通すことができると。うまい。さあ、トルネードがあればこの辺解除ができるんですが、すでにね、3時の方でライドラが解除してくれてますからね。さあ、レイジトームを一気に合わせていきます。非常に丁寧。さあ、そしてここロイヤルチャンピオンも付け足して12時パート付け足しています。エイストも一発あるんで、まあ、マルチ IT 投石ぐらいに刺したかったんじゃないかなというんですが、バルーンの方が結構減ってきてしまってますね。ロイヤルチャンピオンブーメランからここヘイスト付け足していきます。ストライカーもちょっとここは遅れてしまったところ。裏がそうね、テスラとウィズ島というところで、空に対応する防衛施設はテスラぐらいになってるんですが、いいフリーズ、しっかり全部の施設にかかるような形で打ててるんですが、どうでしょう、ラストテスラとの勝負。引き出してきたホーミング。ここは落とすことができない。惜しいね。見えないトラップテスラに止められてしまいました。うまかったね。さあ、ラストアタックになります。クイヒーホグ、突撃艦投げそうですね、バルーンの数が。おお。さあ、援軍釣りつつ、対地クロスだけ潰せればいいなというものですね。なんかスーパーバーバリアンが援軍から来たけど。ホーミング確か固まってるぞ、この配置。何も変わってなければ。どこだ ?12 時にホグ使って、アーチャータワー削りに行きましたね。さあ、ホーミングチェックしっかりやっていきます。さあ、ポイズン打ちつつ、キングのためのルート整備なのかな、あれは。ウィーズ、もったいねー。ウォールブレーカーそこつくんだ。1枚目、ここホーミングヒットしていきます。両サイドカットとしてはかなり綺麗にできてますね。クイーンのための道はできている。キング出したところ一瞬で陸スケルトン当たる。確かにこの辺も陸罠がね、結構固まってるイメージはある。さあ、ホグパート、そういうルートで作ってたんだ。ホグのためにアーチャーター切ったんだ。なるほど。さあ、一気にトームも合わせて入っていきます。ホグの方にレイジを打ちつつ、クイーンはそうですね、インビジブルいいタイミング。追加のレイジも打っていきつつ、フリーズかけてモリスじゃないや。投石イーグルの方を固めて、ここももう一度ダブルフリーズかましてますね。マルチ IT と投石の方。ホグパート、これトームが切れてる部分なので、ハイダメージのところは抑えたいというところで。どんどんフリーズホグに割いていくんですが、ホグの方はすでにいなくなっているというところ。プランニング上ではなんか前回ね、取れそうな雰囲気あったんですが、これ初手トームから入ったのが良くなかったんじゃないかな。レイジターンのところでトーム当てたかったようなイメージですかね。どっちかっていうと。初手トームするほどのメリットがなかったかもしれないですね。比較的にもそんなに強い防衛施設が置いてあるわけでもなかったので、投石ともかマルチ IT がね、被るわけでもないので、ストライカーのためだけのトームだったんで、あれは。さあ、回収ちょっと早めていきましょうか。85% です。はい、というわけでね、終わりまして、13対11勝利になりました。ナイス展開でしたね。ライドラッシュのタウンホール反対のやつとかね、シンセの5施設狙ったスケルトンインビジブルとか相当すごいアタックもありましたね。はい、というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レッチャーしたのだとしましょう。さよなら。